腸が優勢は実は広葉樹でも起きています。例えば欅のような樹種は若い時はずっとこういうふうに成長して細い枝しか出さない。こうずっとこうやって成長してある段階で急にこれがこういうふうに枝分かれしていきます。大体そうですね、5、6メーターぐらいの成長してからこのように分かれていきます。そしてさらにそこからまたこのように分かれていくということで、若い時はある程度腸が優勢という状態が続くんですが、だんだん年を取ってくると腸が優勢という現象が崩れてきて枝がこうたくさん分岐すると、こういう状態に変わっていくわけですね。こうなると下の方では幹が1本あるのは分かりますが、上の方ではどれが幹だか分からないという状態になります。針葉樹の場合はこういうふうに2つに分かれても両方とも幹になるわけですね。この場合は1本ですが、とにかく枝から上がった幹が1本あるという状態ですね。この腸が優勢という現象が起きるのはですね、実はこの先端に秘密があります。先端ですね。この先端でですね、植物ホルモンの一種でオーキシンという植物ホルモンが順調に生産されて降りてくるときは、この枝はずっと枝のままで幹になれない。一回ここで切っちゃいますね。切っちゃうとここのオーキシンを生産する場所がなくなってしまいますね。そうするとここの枝がずっと起き上がってくる。これは実はサイトカイニンという植物ホルモンの影響で枝がですね、幹に変わっていく。幹に変わった枝はまたその先端でオーキシンが十分に生産されて、他の枝は枝のままと。ところが広葉樹の場合は最初はそうやってオーキシンが順調に生産されて、大体ほぼおおむね1本で成長していくわけですが、だんだんオーキシンの生産力は先端で弱くなって、それよりもサイトカイニンが枝を出す力の方が強くなっていく。そうするとどんどん枝が増えていく。年を取れば取るほど枝が増えていくと。どれが幹だかわからないと。こういうふうに変わっていきます。このようにオーキシンとサイトカイニンと、こういう2つの植物ホルモンの力の関係あるいは比率、こういうものでもって樹形が決まってくる。